熊山と一緒に寄せ植えをやりたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタッフの熊山です。普段はお庭のデザインの方をしてるんですけれども、ガーデニング教室っていうのを月1回毎月あるんですけれども、そちらの方の講師の方をさせてもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、北欧スタイルの多肉と苔を使った寄せ植えをしようと思うんですね。何年か前に一緒にスタッフみんなでね、こう行ったのね、はい、デンマーク、スウェーデン。その時に、びっくりしたよね。しました。だって乾燥好きな多肉と、ちょっとウェットなイメージの苔が一緒に植えられてるのね。冬の寄せ植えね、そうですね、向こうで言うと、はい、それまで私もイギリスに行った時に冬に行くと両方が一緒に植えられてるのを見て、でもとっても違和感があって受け入れることができなかったんですけれども、見本市に行った時に、めっちゃくちゃおしゃれだったのね。可愛かったです。そうで、作ったものがハロウィンにもうまくコーディネートできるし、クリスマスにもぴったりだったりして、でそれからガーデンズでは、苔と多肉を一緒に植え込んで寄せ植えを作るようになりました。なので今日は10月の寄せ植えレッスンで、やったんですけれども、それをもう一回皆さんにご披露したいなと思っております。はい、じゃあ熊谷さん、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、今月はこのようなこれですね、リース型のカゴがあったので、これに多肉植えたらすごい可愛いんじゃないかなと思って、こういうのを作ってみました。で、やり方なんですけれども、用意するもの、まず苔のシートです。で、苔のシート、これは少しウェットになってる？今は乾いてます。すごい乾いてるんですけど、これガーデンズのオンラインショップで販売を始めたいと思っております。はい。はい。で、これを使うときにはこうやって霧吹きでちょっと湿らせて使っていただけたらと思います。これが裏表、ちょっと裏の方も今使うときにはこういう風にしてちょっと使うようになります。で、湿らせておいてください。まず、乾かしておいとくといつでも使えて、全然管理が楽でいいよね。もう時々いるだけ使う。でも湿らしててもまた乾かしてしまっとくことができる。とても便利な苔です。はい。はい。これがまず苔を準備してもらうのと、あとはこの多肉植物ですね。で、多肉植物はここがあまり大きくないので、メインの大きな多肉を2つご用意させてもらってます。今日はエケベリアの桃太郎っていうこと、こちらがエケベリアのエルフストーンっていう植物です。これはね、ちょっと違う方がいいと思います。同じものに2つっていうよりは、何かちょっと違う種類を入れた方が可愛いかなと思います。これが大きいのが2つ。で、あとは、隙間を埋める小さな多肉たち。これもいろんな形のものがあった方がいいと思いますので、こういう小さい子も必要ですね。ちっちゃい子から大きい子まで、いろいろ多様なもので。で、あとちょっとこう動きを出してもらう植物で、これも多肉植物なんですけれども、ピーチネックレスって書いてますよ。こちらの方が。途切ってるから普通グリーンネックレスって丸いんですけど、そうですね、これちょっとピーチネックレスって初めて私も初めて聞きましたけど、ちょっとお花もここついてます。で、これをまた使いたいなと思ってます。グリーンネックレスでも大丈夫です。動きが出るものがとにかくなんかちょっとこうペラッとこうなるようなものがあると、ちょっと表情が出て可愛いかなと思います。はい。で、あと用意してもらうのが、実はこの苔をまず苔ロールっていうのを作ってもらうんです。苔玉みたいなののロール。ロールです。そうなんです。苔ロールいい。苔ロールっていう風に私は名付けました。そうなんですけど。美味しそう。そう、これを海苔に見立てて、海苔巻きの海苔に見立てて、今日は苔ロールをまず作るんですね。その時に必要なのがこの糸。
もう綿の糸でいい木綿です。でいいのね。木綿でいいです。裁縫する時の糸で。グリーンがいいかもしれないんですけど、多分黒だったらどこのうちにもあると思うので。白は難しい。目立ちます。黒だとちょっと入れても目立たないので、どこのお家にもある黒い糸を使います。で、あと必要なのはピンセットです。多肉植物なので、手でやってたら折れちゃうので、細かい作業になるので、ピンセットはご用意ください。で、できれば先がちょっとこういう風に曲がってるものの方が扱いやすいです。まっすぐのもの。はい。100均で十分ね。十分です。十分です。はい。先がピッて途切らないで、ちょっと悪いものが使いやすいです。で、あと、ハサミが必要なのと、あと土ですね。土は本当に少しです。土が今からコケロールを作る時の、真ん中？はい。ご飯の代わりが土です。なるほど。ということで、土が必要になります。で、あとで、必要になってくるんですけども、これがワイヤーですね。どこに使うのって思うんです。24番ぐらい。24番ぐらいですね。24番、22番ぐらいを使ってもらえたらいいかなと思います。はい。準備するものはこれだけですね。じゃあ、早速作っていきます。はい。じゃあ、先ほども言いました、これコケシートです。で、コケシートを、買われたら多分この下にこういう不織布がついてくると思うんですよ。で、不織布を、ですね、これを捨てずに、これが巻きす代わりにしたいなと思いますので、はい。で、これをここ置きますね。で、今からするんですけど、これをくるっとひっくり返します。で、ひっくり返した。この大きさってどれぐらい？ですね、コケのシートが1枚あるんですけど、その4分の1ぐらいの大きさですね。だいたい手幅やね。そうですね、15センチぐらいと20センチちょっとぐらいの長さになります。このように、コケシートを裏返して、この不織布の上にぴったり置きます。で、こちらにある、これ普通の培養土で構いません。で、これをもう皆さんね、ベテランの主婦の方は、海苔巻きはされたことあると思うんですけど、お家で海苔巻きされた方はわかるかもしれませんが、こういう感じに、真ん中の方に、全体にベタっと広げるんじゃなくて、真ん中中央をこういうふうに、こんな感じで入れてください。で、入れすぎると、このコケシートが破れやすくなるので、あまり入れすぎない感じでいきます。で、この下の不織布を持ったまんま、くるくるくるっと前へ。で、巻きすですよ。こう引っ張ります。で、ここで一回キュッキュッと形を整えてください。で、これをそーっと剥がすとコケロール。本当だ。ここまでは誰でもできるんです。で、その先が結構皆さん、お教室の方もバラバラになってたんですけど、この時に糸をバーってもう垂らしてください。で、もう右利きの方は右から、この端をまずこうやって軽く軽く。で、持ち上げずに軽くです。こういうふうに。で、糸をかけるときは斜め斜め。まっすぐこうするとバカッと裂けやすくなるので、こう、バツを描くように、交差するように。交差するように巻いていってください。で、半分ぐらいまで来たら巻きにくいなと思ったときに、くるっと回します。もうこの不織布はいりません。で、ここで今度は逆から、糸は切らずにそのまんまです。逆から今度巻き始めます。で、またこれも一緒です。斜め斜め。こういうふうに。全体を軽く持ちながら巻いてあげてください。こうですね。で、なんか巻きにくいなと思ったらまたこう。で、今度こっちからこういうふうにして。とにかく何度も何度も。そうです、そうです。ね、やるのね。そうです。でもとにかくこうやって、あまりきつくすると、ふわっと感がなくなるので、崩れない程度の土の量と、どれぐらい？これぐらい？こう優しくね。優しく。優しく。カポッと握れるぐらい？そうです。こうふわふわ、ふわふわです。で、これをもう少し斜め。もうこの状態になると持ち上げられます。そうするともう好きなようにできるので、こういう感じで、もう斜めに交差しながら、ぐんぐん。苔玉を作られた方が、ある方は、なんとなくわかると思うんですね。丸い。糸でやりましたね。で、こういう感じです。これで結構しっかりして。持ってみますか？
あ、本当でも軽くて。ふわっとして。でももう離れないから。そうですね。崩れないと思います。もう、ある程度のところでパチッと切っていただきます。でも、糸は別に結ばなくても、取れないので全然大丈夫です。で、こういうものを作ってください。なんか、ちょっと長いクロワッサンか太いバナナのような感じのものができました。バナナの大きさよね。バナナの大きさぐらいでできます。そうしましたら、こちらにあるこの台座。で、この台座なんですけど、ビニールのシートをしてるので、このままだと水が抜けにくいので、ちょっと切り込みを入れさせてもらいます。適当ですね。適当です。ただもう、この5ミリぐらい切り込みを入れてもらったらいいです。パチパチと何箇所何箇所か。多肉植物なので、穴が開いてなくても大丈夫ですけど、まあ、開けておいた方が育てやすいですよね。ということで、数箇所穴を開けてください。はい。で、ちょっと皆さんの方に向かってしますけど、これを、この端、まず端に。端細くしたのはそういうことそういうことです。そこにね。それと中のご飯じゃないけど、土がこぼれにくくするために細くしてます。で、こっちにキュッと入れる。今度は反対側をグッと入れます。こんな感じです。これでギューッと押し込むと、綺麗な。素晴らしい。こういう感じで。なるほど。綺麗な同じドーナツが続くような感じの苔のシートのができます。これが台座になります。はい。ここまでがまず一番のポイントですね。これがこのある程度同じぐらいの太さでできてたら綺麗に仕上がっていきます。はい。っていうところでここです。ちょっとこの枠より小さいぐらい。そうですね。多肉植物がここに持ってくるので、もうこの段階でここパンパンになるともっとこう飛び出してきた感じになっちゃうので。でもパンパンに作ってこうリースとかにするのもいいよね。可愛いですね。リボンつけてね、クリスマスにね、それもできますね。今日は多肉だからちょっと控えめなロールを作ったけれども。はい。っていうことで、じゃあいよいよ今からこれが土台ができましたので、多肉植物の方を植えていくようになります。はい。そしたらですね。大きい子からね。大きい子からいきます。この大きな2つ。これを、ここのどこに配置しようかなっていうのをまず、なんとなく決めてほしいんですね。で、植えるときに、ポンポンと2つが、並んだらなんかおかしいので、ちょっとこういうふうに。ハスに構えそう、ハスに構えた方がね、綺麗に見えるので、あと立体的に見えるので、そのようにした方がいいかなと思います。せっかくね、丸いだもんね。そうなんです、そうなんです。ぺちゃんこに見えるんじゃないかな。っていうことで、まずこちらのエケベリの桃太郎、これをポットからまず外します。で、ここで土をちょっとバラバラにしていくんですけれども、こうするときに皆さん結構ね、一生懸命になってたら、ここにこうあったままでこうして、この上に土が結構入っちゃうんですよね。づらいよね。そうなんです。なのでちょっとこう汚れないように横の方にのけといてくださいね。で、今からこの中に入れるので、このままの土の状態だと入らないので、この土をちょっとのけていきます。ピンセットはつまむだけかと思うと。はい。楽ちんです。これがあると。そうですね。根を傷めずに。なるべく土を取ることができるのね。あとこの際の方もやりやすいんですね。で、ほぼのけるの？ほぼのけちゃいます。もう本当に裸んぼにされます。で、のけてる時にこういう汚い葉っぱとかもこの段階でのけて、お掃除も一緒に兼ねてやってくださいね。でも本当にほぼほぼこんな感じでのいちゃいます。で、このベロベロっとした人はさよならでもいらないです。こんな感じでちょっと小さくしてもらいます。こうなってきたらここにどうこうかなっていうのがちょっと想像がつきやすくなりますね。こうかなとか、こうにしようかなっていうので。で、これ2つ作るのね。そうです、そうです。じゃあもう一ついきましょうか。じゃあこちらの方も外してみますね。同じように。まあ2つが同じ大きさだったらちょっと周りにのけてちょっと調整とかね調整してもいいですよね。外の周りの葉っぱを取ればちっちゃくなっていくので。
このね、取った葉っぱも土の上にポンって置いとくと、また、そうなんです。根が出てきて。同じ子供が生まれてきます。生まれてくるので。それがまた多肉のいいとこですよね。で、このような感じ、ごめんなさい。このような感じですね。でですね、じゃあこれはこういう感じにしようかなっていう感じで。だからこれはおかしいよね。そうなんです。そうなんです。二人が綺麗に並んでたら。これとこれもね、いい感じだし、ちょっと向きも変える。そうですね。ちょっとね、ハスに構える。お互いを。そう。あともう一つ注意してほしいのが、あまりこっちの方に植えないっていうことですね。ここの上の2センチぐらいの間で、どちらかにハスに構えるとか、距離感とかのした方が、あまり下にするとボコッと出すぎるんですよね。やっぱこの丸い形リースだから。そうです、そうです。それを守っていくためには、大きなものは上の方でちょっとハスに構えるっていうことか。そうです。美しく仕上がるポイントになります。はい。で、今から刺していくんですけど、持ってもらったらわかると思うんですけども、根っこがないので、頭が重いんですよ。このまんまだと、ポロンっていくので、これを北欧の人たちはどうやってるかと言いますと、ここからなんです。先ほどご用意したワイヤーは、ここに使うんですが、10センチぐらいですかね、ワイヤーあれば、この軸に。突き刺すのね。はい。そう、やってる、この人たちみんな。いいとか思ったんですけど、私も。これをブサッと貫通させてあげてください。じゃあ私もこっちもやって。はい。こうですね。貫通です。この多肉にするのね。そうです。多肉のこの際ね、地際の方に。うわ、難しい。このね、ちょっと軸のある人はやりやすいんですけど、こちらはちょっと難しいかもしれませんね。で、まずじゃあこちらから先いきますか。で、これを貫通させたら真ん中の方でキュッと折ります。で、Uピンって皆さんね、髪の毛に刺す Uピンのような感じで、こういう感じです。決してここでネジネジはしません。折ってまっすぐ。で、ちょっと間は空いてる状態。で、この段階でちょっと長すぎるワイヤーはカットします。はい。何センチぐらいですか？ここがね、あるので、3センチぐらいあればいいと思います。5センチもあると多分突き刺しにくいので。ぐるぐるしないのね。そう。出てきたら U ピン状態。そうです。出てきた。はい。すごい。でですね、よし、じゃあこれはここにしようかなと思うところを、ここですと思ったら、ここに、このピンセットまたここで活躍。ズボ、ぐる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 って、ちょっと穴開けちゃうんですよ。糸気にしないのね。糸はもう気にしないです。で、これね、ここを、このまんま、こうですね、刺す感じで、ここでピンセットでギューッと押し込みます。なるほど。そうすると、ほら、もう落ちないんですよね。で、ここで一つ。じゃあこれ切るね、ここに。はい。で、やりますか？やってみようかな。ちょっと待って。これがこういったんだから、こういかないといけない。そうですね。そんな方がいいかもしれないです。これで、ここにギュッと。ちょっとぐり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 としてですね。ちょっと緊張しますね。はい。それで、この人を、そうです。U ピンのまま。U ピンのままです。向きが大事。そうです。それでこれ使って、もうギューッと株元だけを持ってギューッと U ピンと一緒に、そうね、この部分を押さえてください。ちょっとハスになって、こんな感じかな。反対にこう持った方が、こうだと多分入りにくいんですよ。ちょっとこうほら浮いてるのでわかります？あ、本当だ。入りきってないので、こう持った方が、で、キューって入れると、しっかり今入りました。こうじゃなくて、これ入れるときはこうの方がいいかもしれないです。なんか、こう持ちたくなるね。普通はこうです。こうね。普通はね。だけど、入れるときはこう持つんです。で、なるほど。こういうふうに。そうか。こうしたらこう、当たると。当たって入らないんですよ。こうするとギュッとできる。
で多肉がしっかりとこの中に収まったので、もうこれだけでもいい感じ。可愛いです。もうシンプルにしたい人はもうこれにもこういうのをペラペラってつけるだけでもいいですし、もうこの苔のシートがあるので全部がきれいに埋まらなくても下のグリーンの土台があるので綺麗ですね。はい、ここまでが第一段階です。これはなんていうの？それはセンペルビウムっていう、多肉植物なんですね。みんなね、ここの人たちはね、これが入ってるの。これは多分寒さでもいけるのかな。向こうに行くと、多肉のこうプレートみたいに寄せ植えみたいなのが結構、飾ってあるんですけども、皆さん大体種類的にはこちらの種類を植えてあるので、寒さに強いのかもしれない。なんか水分を含んでるのが、日本の多肉の方がプクプクしていっぱい水分含んでるから、きっと寒さに弱いのかな。こういうやつなんですよ。そうね。この人にいっぱい子供がぶら下がってるんですね。それがポロンポロンって取れたのを今ちょっと使いたいなと思うんですけど。そう。これやるとコクっぽいね。そうです。でね、硬いんです。本当だ。こっちはプクプクってちょっと触るとポロって取れるんですけど、これ結構頑丈なので、ガンガンいっちゃっても全然大丈夫。じゃあこれやりやすいのもあるのね。そうです。やりやすいのもあるし、こう入れるとまた表情が変わるので可愛いんですよ。そう。これも最後にちょっと使いますね。そしたらこれも使ってポッポっぽくやりましょう。はい。じゃあまた次にですね、ここにある今度はこの面を入れたので、その周りをちょっと小さいもので埋めていきたいなと思うんですね。で、その時に、これ全部使わなくてもいいんですけど、今回はこれはね、こういうカット苗で売ってるのもあります。もう根っこがついてないので、今したようなこの土の処理をしなくていいので、早くできるね。早くできます。ゴミも出ないです。そうね、お家の中でもできるね。そうなんですよ。こういうのだと。で、こういうのはちょっとね、逆にここの差し穂が少なくって、なので、植えるときにはこうやってちょっと、下の方の葉っぱを、長く、そうです。茎をちょっと作るためにこうやって。で、外すときには、こう外しても上から見て、可愛い形のまんま、これのけちゃうとなんか変になっちゃうので、こういう感じで見えるポイントでのけてください。ちょっとさっきと形が違う子がいいね。そうですね。なんか細長い。そうですね。また同じようなのが来るのもいいんですけど、ちょっと面白みがないので、ちょっと違う葉っぱの形とか色とかを入れてあげると可愛くなるので、ちょっとこれを混ぜますね。で、この時一緒なんですけど、ワイヤー、軸がある程度太い人にはさせられます。ただ、どんどん細くなってくると、ワイヤーを刺してくると、もう折れちゃうんです。なので、なるべく、太いものは刺しますけど、後のものはもう刺さずにいこうと思いますので、またそのやり方は同じです。U ピンです。で、カットします。これぐらい3センチぐらいでいいと思うので、カットします。じゃあ、これはどこに入れようかな。このぐらいに入れようかな。多分取り出す感じで、ここに行こうかなと思います。で、これ同じです。ちょっとこう、くるくるっと穴を開けてあげて、持ち方はこうですよ。下ですよ。下にしてもらって、これを、こうですね。で、ギュッと。隙間がないような感じで考えた方が。そうですね。じゃあ今度ちょっと違う形ので、これ入れます。で、ある程度この長さがある人は、もうワイヤーをせずにそのまま上の方に入れるのだったらもう別段そう落ちないんですよ。だからもうこのまんま、ここでもいいですけど、いらないんです。そう、もうこのまんまで、これ入れるんだったらこう入れます。キューッという感じで入れていくと可愛くなってきます。いろんなね、種類の苗が回ってますよね。もうこれはもうプラグ苗なんで、こういう不織布にくるまれてるんですよね。これも一緒です。もうこうやってちょっとすいませんが抜けます。あとやっぱりこれがこう丸くなってほしいので、なんとなくこの辺りもちょっと欲しいんですけど、隙間がね、どう思います？そうね、欲しいね、この辺ちょっと欲しいんですけど、あんまりこう大きいと悪目立ちしちゃうんですね。ちょっと小さめの方が、やっぱり主役と脇役がいるのね。そうです。
こ行きましょうか。どれぐらい行きましょうか。丸く見えます？見えます。ね、こう見た時に丸く見える感じで、これをちょっと入れましょうかね。この子斜めになってる。最初からね。最初から斜め。最初から斜めです。なのでこれももうこのまんまここにちょっと入ってもらおうかな。穴をちょっと開けさせていただいて、斜めなんでこのまんま斜めに刺しちゃいますね。まずキュッと。でここからです。ちょっと柔らかい人の多肉は最初に刺さずにこういう風に U ピンにして見えないところ、この葉っぱと葉っぱの間にこうやって隠し、無理せず隠し U ピンそうなんです。隠しピンをしたらちょっと支えが分かんなくてちゃんとわかります。もう上からは入ってるのわかんないんですけど、これが入ることによってすごく安定するんですね。こういう感じで無理せず刺してもらった方がいいと思います。あと一つこの辺だけなんかここかな、なんか欲しいなと思うので刺しやすくなって、この辺とか入れたいな、可愛いなっていうの。北欧っぽくなりますね。可愛くなります。ちょっと入れてあげる。でまた後でもう最後にもう一回調整しますけど、でこういうちょっとビロビロンっていうのが入るとまた面白いかなと思うので、ちょっとこれは北欧の人もやってる？北欧の人はやってないですね。多分繊細難しいんですよね、こういうの入れるのが。これはもうくまちゃん流やね。そうですね。なんかやっぱりちょっとこういうのがあった方が可愛いかな。ここにこう入ると。そうそう。ね。なんか多肉植物って風に揺れないからあんまりってこう思う方もいらっしゃるし、私もなんかどちらかというと風に揺れる植物が好きなので、だからまあ多肉する時にもこういうこうね、ちょっと動きのあるものを入れてあげると、ね、動きのないのがね、よりずっと素敵になりますよね。動きますからね。動きます。ちょっとね、表情がつきますね。っていうことで、じゃあこれはガーデンズ流ね。プラスしていきたいなと思うんですけど、このね、グリーンネックレスっていうか、これピーチネックレスですけど、ちょっと扱いが難しいんですよ、入れるときに。で、どのあたりにしようかな、長さが欲しいので。根っこから取るのね。もうちょっと根っこはね、少しでいいです。もうこういう感じで分かれていくんです。こんな感じなんですよ。根っこはもうこんな感じしかついてなくて。パラパラになるんよね。パラパラになります。で、自分が欲しい感じ、ちょっと長いのが欲しいなと思ったので、少し長めのところをちょっとこうやって。一つのポットに何個も入ってます。ちょっとこれなんか面白いと思うんですね。で、これもちょっとごめんなさいね。入るのがなんで切らせていただきます。で、これをどこから垂らそうかな。可愛いよね。これお花もついてるし。そうなんです。咲けばこんなんですよね。ふわふわくんの。すごい可愛い。可愛いたら。ちょっとここに入れさせてもらおうと思いますね。今つぼみなのね。そうです。だから咲いたら可愛いよ。これをキュッと入れてますね。で、このグリーンネックレスもちょっと入れにくいので、これもです。ここにまたまた U ピン登場。で、このちょっと短めのワイヤーをこうやって、結構ね、これこそ本当に細いんですよ。なので、グッとしてたらすぐに折れそうになりますので、これをこうやって支えに、また U ピンです。で、入れてもらうと安定するので、こういう感じで出てきますね。これもここです。持って、キュッと、キュッと。止めるのね。ここがネジにすると。あと安定するのは一本で立つより、両足開いてた方が安定するじゃないですか。その感じなんですよね。でもこれもこうです。で、こうさせてあげると、これで安定。はい。で、完成っていう感じですね。ちょっとね、苔が少し見えてると全然 OK。そうなんです。苔が見えてても可愛いので、はい。それがもう北欧スタイルですね。いいじゃない。これキットで販売できる？そうですね。そんなにたくさんじゃないので、キットで販売したら可愛いかも。ね、何個かキットで販売をそうですね。ようにご用意しましょうか。ご用意しましょう。
そうしましょう。はい、根っこのついてないのを送っても全然できるから、はい、大丈夫やね。はい、はい、じゃあ皆さん楽しみにしておいてください。はい。はい。We could spend the sun